今回は房総半島を一周、国道のみを使用し、房総半島を周回した場合、所要時間がどの程度になるのかを実測してみた。房総半島の定義については、地理、観光、行政など立場によって解釈が異なることで知られている。本動画ではその中でも周回として成立しやすいルートを採用し、このルートで移動します。なお、本継承は最短を狙うものではなく、房総半島を国道ベースでワッとしてつなぐことを重視している。スタート地点は千葉県千葉市美浜区に位置する国道14号と国道357号が交差する延人交差点。ここを起点として房総半島の外周をなぞるように走行し、再び出発地点周辺まで戻ることで一周とする。それでは房総半島一周国道縛り検証スタートです。次の信号が延人交差点。まずは国道14号を左折。正面に見えてきたのは千葉都市モノレールの高架線。ここで JR 線と京成線の高架下を通過します。千葉駅を背中にする形で右方向へ。次の交差点が国道14号の終点です。左折で国道126号方面へ。直進は国道51号。クランクする形で国道126号をスタート。しばらくロードサイド型の商業施設が並ぶ区間を走行。まもなく国道16号と京葉道路と交差。国道16号と京葉道路を越えたあたりから車窓に緑が増え始めます。しばらく東方向へ。
この辺でわずかな区間、八街市へ入ります。ここから東金市に入りました。緩やかな下り坂になり、千葉東金有料道路と接続します。現在東金ジャンクション付近を通過。国道409号と接続して進行方向は南東方向に変わります。左には東金九十九里有料道路大方インターの分岐点。 JR 東金線の跨線橋を越えて右折方向で国道128号方面へ。ここを右に曲がると進行方向は南方向に変わります。ここから128号線の単独区間に入ります。ちなみにこれまで走行してきた国道126号線区間は先ほどの大方交差点まで国道128号線は重複区間でした。この辺りで東金市から大網白里市に変わります。ここで車線が片側2車線に変わります。今後は東金市側も片側2車線に拡張される模様。
この辺り車窓に商業施設も目立ちます。2車線区間が終わると車窓も田園風景に変わっていきます。この辺りから JR 外房線とほぼ並行する形で南を目指します。大網白里市から茂原市に変わります。JR 外房線の跨線橋を越えると徐々に茂原市の中心地へ。次の交差点、左折は旧国道128のしばらく茂原バイパス、ロードサイドの商業施設が並ぶ区間が続きます。ここで128号線は左折、
直進は国道409号方面の房総横断道路。茂原駅付近の市街地を進みます。昔ながらの地方国道の風景が続く。茂原市から長生村に入りました。一宮町に入りました。町の中心駅、上総一宮駅付近を通過。
画面では見えませんが、左手奥に一宮海岸が見えます。一宮海岸は2020オリンピックのサーフィン会場だったところ。この辺でいすみ市に変わりました。ここで九十九里浜の南端部、台東磯崎エリアへ。
国道460門をバイパスと接続。いすみ市中心市街地を通過。この辺でいすみ市から御宿町に。正面に御宿町のリゾートマンションホテル群が見えてきます。車窓、左手に海が近づきます。ここから勝浦市。
ここで旧国道128号と分岐。もともとこの区間は勝浦有料道路、勝浦駅付近の市街地を避けるような線形。国道297号線とアンダークロスで交差。この櫛浜大橋で国道297号線と合流、再び海岸線へ。ここで興津バイパスと分岐。今回は海側の県道へ。上総興津駅付近を通過。左側に旧滑川アイランド跡地、右手に JR 外房線滑川アイランド駅。
連続トンネル区間の途中で鴨川市。阿波小湊駅付近を通過。左手は内浦海水浴場。直進は天津バイパスと県道の分岐地点。天津バイパスは旧天津市の市街地を避けられるように設定されている。この辺りは国道とはいえかなり生活道路に近い区間になっている。ここで左に流れ、バイパスと合流。直進方向は旧国道。右手の高い建物は南房総随一の基幹病院である亀田病院。鴨川シーワールド付近を通過中。
JR 線の古線橋を越えると鴨川市の中心市街地へ。鴨川駅を過ぎると並走するのは外房線から内房線に変わる。太見駅を過ぎ右に曲がりと再び海岸線へ。しばらく海岸線を沿うような線形。道の駅鴨川オーシャンパーク通過。この辺で鴨川市から南房総市に変わりました。
右手に道の駅和田浦。お。ここから国道410号方面にスイッチ。車幅の狭いほぼ生活道路の区間が続きます。JR 内房線の踏切を越え、さらに南へ。千歳駅を過ぎると JR 内房線は内陸へ、そして国道410号線は南房総市白浜地区へ。
房総半島最南端部へ。千葉県最南端野島崎灯台付近を通過。右方向道の駅白浜野島崎。大きく右に曲がり、方角は北方向へ。そして南房総市から館山市へ。須崎方面と分岐し、国道410号線は内陸部に入る。
この辺りから館山市の都市風景の車窓に。JR 内房線古線橋を越え国道128号、国道127号に接続。ここから国道127号線にスイッチ。館山バイパス、館山駅付近の市街地を避ける線形。ロードサイドに商業施設が集まります。トンネルを通過し、再び南房総市へ。館山道富浦インターと分岐。道の駅富浦ビーワクラブ通過。ここで旧国道127号と合流。
車幅の狭いトンネルをいくつか通り過ぎます。旧岩井町岩井郷の中心地区へ。右手に JR 岩井駅。南房総市から鋸南町へ。左手、道の駅鋸南を通過。国道をクランクに進み、保田駅付近を通過。
ここから富津市。ノコギリ山ロープウェイ入り口付近を通過。左方向に東京湾フェリー乗り場。立山自動車道富津金谷インター入り口を通過。しばらく海岸線を北上。このカーブを曲がると海岸線からは離れていきます。上総湊駅前を通過。
国道406条の号と接続。右手立山自動車道と並走。立山自動車道富津中央インター通過。左方向国道465号讃岐町駅方面。トンネルを抜けると君津市。この辺りから視界が開けていき、車窓は住宅街。車線も片側2車線に。君津市の住宅街を進む。商業施設も増えてくる。君津市の主要駅の君津駅は国道127号と離れた場所にある。
この辺で君津市から木更津市へ。立山自動車道木更津南インター入り口と分岐。車窓、左手は JR 内房線。この陸橋で国道127号から国道16号に変わり、木更津駅を避けるように走行。木更津市の商業施設が集まるところを走行。側道で国道409号と連絡。そしてこの連続高架橋で JR 久留里線もオーバークロス。木更津市から袖ヶ浦市に変わります。国道409号と東京湾アクアライン連絡道と交差。左手に袖ヶ浦バスターミナル。
JR 内房線の古線橋を越えると、車窓左手は京葉工業地帯が続きます。15キロ以上も左手は商業施設や住宅街が全くない車窓が続きます。奈良浦駅入り口を通過。ここから市原市へ。市原市の中心的な五井駅は内陸の方に所在する。国道297号バイパスと接続。養老川を渡り、そして左手から京葉臨海鉄道線が並走します。国道297号の県道と接続。
市原市から千葉市に変わり、すぐ国道16号と国道357号と分岐。進路は国道357号へ。曽我陸橋到達。福田電子アリーナ付近。JR 京葉線と交差。次の信号がゴールです。今回の終点、延戸交差点に到着。延戸交差点は本規画で定義した周回ルートの起点・終点であり、ここへの帰着をもって房総半島一周としました。